こんにちは。日本語クラブポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは中級者から上級者の皆さんを対象に日本語や日本文化や習慣、最近のニュース、そして私自身の体験談など楽しく学べるコンテンツをお届けします。このポッドキャストでは自然なスピードで語彙コントロールをせずにお話しします。日本語の勉強を始めたばかりの方や初級者の皆さんも日本語の音に耳を鳴らすためにぜひ聞いてみてくださいね。はい、皆さんお久しぶりです。お元気でしたか？1年近く更新していませんでしたね。その間、知らない間に Spotify の登録者数が増えていたりしてちょっとびっくりしています。また少しずつ更新していこうと思いますのでお付き合いいただければと思います。はい、突然ですが皆さんは行列に並ぶことが好きですか？例えば人気のレストランに入るために30分待ったり、限定の商品を買うために朝早くから並んだりしたことはありますか？日本ではラーメン店、スイーツ店、イベント会場、さらには新しくオープンしたお店の前にも長い行列ができることがあります。海外の人から見ると、どうしてそんなに長い時間待ってるの？そこまでして買いたいの？と不思議に感じることもあるようです。そこで今回は日本人はなぜ行列に並ぶのかというテーマで日本の行列文化についてお話しします。日本では本当に様々な場所で行列を見かけます。例えば人気のラーメン店やパン屋、最近 SNS で話題になっているスイーツ店などです。特にテレビや SNS で紹介されたお店は急に注目を集めて長い行列ができることがあります。中には平日でも開店前から人が並んでいるお店もあります。またお店だけではありませんね。有名な展示会やポップアップイベント、人気キャラクターのグッズ販売などでも多くの人が列を作ります。最近では数量限定のグッズや期間限定のコラボ商品を買うために朝早くから並ぶ人もいます。このような商品は買える数が限られているため、早く行かないと売り切れてしまうかもしれないといった気持ちが強くなりやすいそうです。では、なぜ日本人は長い時間待ってまで行列に並ぶのでしょうか？理由の一つは、人気があるならきっといいものに違いないと考える人が多いからです。行列ができているお店を見ると、そんなに人が並ぶほど美味しいのかな？せっかく近くまで来たし、私も試してみようかなと思うことがあります。特に旅行先ではその気持ちが強くなるかもしれませんね。例えば京都に行ったら有名な抹茶スイーツを食べたい。福岡に行ったら人気のラーメン店に行きたい。このようにせっかく来たのだから多少待ってでも有名なものを楽しみたいと感じる人は少なくありません。また口コミや SNS の影響も大きいですね。多くの人がおすすめしている商品や店は自然と気になります。写真や動画を見て自分も食べてみたい、実際に行ってみたいと思う人が増えると、その人気がさらに広がって行列につながるんですね。そしてもう一つ興味深いのは、行列が人に安心感を与えることがあるという点です。初めて行く店を選ぶとき、全く人がいない店よりも、ある程度お客さんが入っている店の方が、ここなら大丈夫そうと思いやすいですよね。行列もそれと似ています。人がたくさん並んでいると、多くの人に選ばれている店なのだから失敗しないかもしれないと感じることがあります。もちろん行列があるからといって必ず自分の好みに合うとは限りません。それでも初めての商品や店を選ぶときには一つの判断材料になります。日本では行列に並ぶ時のマナーも大切にされています。多くの場合、人々は最後尾に静かに並び、自分の順番を待ちます。誰かが途中から入る、つまり割り込むことは強く嫌がられます。
またお店やイベントによってはスタッフがこちらが最後尾です。列を乱さずにお並びくださいと案内していることもありますね。日本では順番を守ることが当たり前だと考えられているため、列がきれいに保たれている場面もよく見られます。海外から来た方が日本の整然とした行列に驚くこともあるようです。一方で長い時間並ぶのはもったいないと感じる人もいますね。最近ではスマートフォンで整理券を取ったり、オンラインで事前予約をしたりできるお店も増えています。そのため、以前よりも実際に長時間並ばなくて良い場合もあります。人によって30分なら待てる、10分以上は待ちたくない、旅行中なら少し長くても並ぶなど考え方は様々です。でも誰かにとってはその商品を手に入れることやその店で食べること自体が特別な体験です。だからこそ並ぶ時間も含めて楽しむという人もいるのかもしれません。私自身も昨年の大阪万博を訪れた時にあるパビリオンに入るために何時間も並びました。そのパビリオンは万博開催期間中にとても人気で、SNS などでとても話題になっていました。私たちはそのパビリオンを目当てに行ったので、とても長い行列でしたが、せっかく大阪まで来たんだから並ばなくてはいけないと、ある意味使命感のようなものを感じて何時間も並んでいました。長時間並ぶ価値があったかどうかは皆さんの想像にお任せします。では、ここで今回のテーマ、行列に関する言葉やフレーズをご紹介します。まず一つ目は、行列ができるです。多くの人が順番を待って一列に並んでいる状態になることです。例えば、このラーメン店は人気があって、週末になるといつも行列ができるんだよ、などと言います。二つ目は、話題になるです。これは多くの人が興味を持ち、会話や SNS、ニュースなどでよく取り上げられることを意味します。例えば、その新しいドーナツ店はオープン前から SNS で話題になっていましたと言います。3つ目は限定商品です。これは数や期間が限られていて、いつでも買えるわけではない商品のことですね。例えば、春だけ販売される桜味のお菓子は毎年人気の限定商品です、などと言います。4つ目は待ち時間です。これは自分の順番が来るまで待つ時間という意味ですね。例えば人気のカフェでは休日の待ち時間が1時間以上になることもありますのように使われます。5つ目はせっかくならです。せっかくならはめったにない機会や状況を無駄にせずに大切に思う気持ちを表現します。例えば旅行で大阪に来たからせっかくなら有名なたこ焼き店に行ってみたいですのように使います。6つ目は並ぶ価値があるです。長く待ったり苦労したりしてもそれに見合う良さがあることを意味します。価値があるは並ぶ以外にも様々な動詞と結びついて、何かをすることに対して価値を感じられるという個人の意見や考えを表すことができる表現です。例えば、このお店のケーキは本当に美味しくて30分並ぶ価値がありますや、このケーキは高いお金を払ってでも食べる価値があるんですのように使われます。7つ目は口コミです。口コミは実際にお店の商品やサービスを利用した人の感想や評価を意味します。この中にはインターネット上のレビューなども含まれています。例えば、そのレストランは口コミの評価が高かったから行ってみることにしましたのように使います。8つ目は割り込みです。これは行列の間に無理に入ってより先頭に近い位置に並ぶことです。例えばラーメン屋で並んでいたら急に横から割り込みをされたなどと言います。
割り込みは行列に並ぶ際のルール違反ですね。皆さんはちゃんと行列の最後から並びましょう。今回は日本人はなぜ行列に並ぶのかというテーマでお話ししました。日本では人気店や限定商品、話題のイベントなどに行列ができることがよくあります。その背景には有名なものを体験したい、口コミで評判のものを試したい、せっかく来たのだから楽しみたいという気持ちがあります。また、順番を守って並ぶことも日本の行列文化の特徴の一つですね。皆さんの国では人気のお店やイベントに長い行列ができますか？そして皆さんはどのくらいの待ち時間なら並べますか？それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。